銃も暴力も権力も嫌いなんだ。これ以上僕の声に耳を傾けない方がいい。銃がなかったら、腕力がなかったら、権力がなかったら無能なのか？優しさをうまく利用した悪魔だ。それは違う。誰よりも優しそうに見えて。最も強い武器は心の中にある。心をつかむことができれば何よりも強い武器になる。心の中はドロドロに汚れきっている。だから僕はね何よりも先に心を操る。そのためなら銃でも暴力でも権力でも使うのさ。ねえ、君は 1+1 は何だと思う？今何を思っても。君は1と答えるようになる。いってらっしゃい。そしておかえりなさい。もしもし、電話なんて珍しいな。何かあったか？送る花を間違えた。それって何用の花だっけ？いつも敵対勢力の来る宣戦布告の黒バラの話か。それでそれの何を間違えたんだ？黒いバラじゃなくてピンクのチューリップを送った？なんでそんな間違いを。俺だ。悪い。女の子に贈り用の花を送っちゃった。まずいかな。そうだよな。かなり怒ってたか？ああ、相手のボスは怒ってるかはわからないが、組員の奴らにこれはどういうことか、答えの内容によっては全面戦争だぞって言われた。そうか。わかった。自分の方からボスに詫び入れとく。そして正式に争うことも伝えておくよ。いろいろありがとね。自分のミスでいろいろ困らせていつもごめんな。あ、君に渡してあるカードでご飯なり買いたいもの何でも買っていいからね。じゃあ今回ありがとう。引き続きよろしく。あ、いつも助かってるよ。またやらかしちゃった。そうだ。詫びの連絡入れないと。あの人変人だからな。送れないよ、気をつけないと。よし。遅れた。そうだ。ついでに気になる女の子にも連絡しておかないと。今回も仲良くできるといいな。よし、こっちも遅れた。ちょっと待って。
待って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 。やばい。送る方逆になってるじゃん。敵対勢力のボスに仲良くしたいメッセージ送っちゃってるじゃん。やば。女の子から返信来た。なんか前向きに捉えてくれてる。よかった。あの人からは既読がつかない。まずいかな。でも今送信削除しても通知で言ってたら意味ないし。びっくりした。ねえ、君はいつからそこにいたの？結構前から？じゃあいろいろお話聞いちゃったんだね。ねえ、今回聞いた内容さ、周りの人には内緒にしてね。ありがとう。ねえ、大きい声で言えないんだけど、君に質問していいかな？ 1+1 って何だと思う？ポカーンってするよね。でもこの質問は組員みんなに聞いてるんだ。だから思ったままを答えてみて。え？ 2？ それは間違ってるよ。ほら、ここに1があって、ここに1があるとするじゃん。 1+1 はほら1でしょ。まあそれは置いといて、何か用でも？おお僕宛ての荷物届けに来てくれたんだ。ありがとう。届くの早かったな。そういえば昨日はありがとうね。僕としたことが大切な日にネクタイを忘れるなんて。君が持ってきてくれて、それでさ、ネクタイの縛り方わかんなくてつけてもらっちゃって。組織のボスが何やってんだか。でも助かったよ。ありがとう。君のおかげで取引もうまくいきそうだ。ん？届け物の中身が気になるって顔をしてるね。見るかい？おお、よく撮れてる。今も見えてる通り3枚の写真だ。君の方からは何の写真かは見えないね。この写真を君も今見えてる
壁に飾りたくて用意してもらったんだ。この写真の壁は仲間だった。仲間の写真だよ。どんな状況下でも家族だと忘れないように飾っているんだ。3枚の写真見るかい？はい。綺麗に写ってるだろう。どうした？いい表情をするな。僕には驚きと困惑の表情に見える。特別な思い入れでもある人たちなのかな。まあそれは置いといて、僕に話があるんでしょ？君のために時間作ったから話してごらん。喋らないの？こんな機会ないよ。今、君の心はざわついてる。少ないかもしれない。少ないかもしれないある可能性への恐怖。もしそれが本当だった時の絶望。それを想像すると、言いたいことが言えない。そんな心理状態かな。あ、君にね、伝えたいことがあるんだ。昨日の取引、うまくいったんだ。大きな取引だった。あれがうまくいってなかったら、うちの組は終わっていたのかもしれない。どうしたの？その瞳、動揺してるように見えるけど。言葉に出さなくても大丈夫だよ。君の言いたいこと、思うこと、やりたいことはすべて僕が分かってるから。実は、昨日の取引で一人裏切り者が出たんだ。いや、実はいらないよね。だって君は知ってるから。その裏切り者は大切なデータを盗もうとした。しかも完全犯罪で。僕はその時はネクタイをなくしたり、様々なトラブルが続いて、思考を細部まで行き渡らせることができなかった。だから僕も気がつくことができなかった。もともとない頭の僕がそんな状況に置かれたら、その裏切り者に気がつくこともできない。けど、
この3人は君との完全犯罪を隠すことはできなかったみたい。今から話すことは全て事実、推測じゃない。君の思考をただ言語化するだけだけど、合ってるか判断するのは君だから合ってるか教えてほしいな。わかった？君はこの組から抜けたいって思ってる。だけど無条件で組を抜けることなんてできないと考えた君は、私が組を抜けること以上の対価が必要だと考えた。そう、昨日の取引に使われたデータだ。裏切り者にデータを盗ませ、そのデータを交渉材料に組を抜ける話をした。写真3枚の残り2人は協力者だね。とっても仲良くしてたみたいだし。僕より頭が切れる子たちだ。あの子たちが敵に回ったら僕は何もすることができないな。ああああああ、じゃあなぜうまくいかなかったんだって考えたよね。おっと、動くな。そのポケットに入ってるナイフ、意味ないからね。その刃は僕には絶対届かない。あれ？手榴弾？それは聞いてないな。君もなかなか力技で攻めてくるんだね。ねえ、君にそのピンを抜く覚悟はあるの？なんなら僕がそのピンを抜いてあげようか。何？好きなことで生きていきたいって？で？いや、浅いなーって思って。怒るな怒るな。じゃあ聞くが、君は何がしたいの？言ってみて。聞こえない。自信ないの？好きなことなら大きな声で胸張って言ってよ。黙るの？やりたいことがあるなら僕を利用すればいい。いくらだって援助してあげる。ねえ、今この組を抜けて君は好きなことで生きていけるの？自分の考えを胸張って言えない君に、
この世界で何ができる？何？僕は何のために生きてるかって？ないよ。その質問に対しての答えはない。僕は何かのために生きてない。生きる理由もなければ死ぬ理由もない。だから君の持つ手榴弾のピンを難なく抜ける。いい顔だ。じゃあ何を考えて生きているんだって言いたい顔をしてるな。毎日新しい経験や出会いが僕を成長させる。その瞬間、その時の感情や思考が僕の存在を確かなものにしているんだ。だから目的や理由は求めない。ただその瞬間を最大限に生きること。それが僕の考えだ。答えでもある。その結果、誰かが笑ってくれればそれでいい。僕だけでは世界は変えられないと思う。でも、笑ってくれる仲間がいるのなら、その世界の情勢をねじ曲げても、僕のやりたいことをやりたい。いや、やる。そして今、その力がここにある。言いたいこと。わかるかな？歴史や流行が繰り返される。でも、それってつまらないと思わないか？繰り返されるなら、同じことしか経験できない。だから、誰も繰り返せないものを作り出したいんだ。それが、歴史か、流行かものかはまだわからない。つくづく君はいい顔をするな。驚いて言葉も出ないか？なら、一人語りをもう少し進めていこう。繰り返されることはつまらないとは言ったが、振り返ることは大切だと思っている。先人の知識も入れておかないと、繰り返される歴史に対応ができないからな。アルベール・カミュは言った。不条理。人間が意味や価値を求める努力と、宇宙の意味や価値に対する無関心さ。そのギャップや断絶を不条理と称した。ジャンポール・サルトルは言った。実在前経験。人間はまず実在し、その後に自分自身の本質や意味を定義する。つまり、人間は生まれながらにして特定の本質や目的を持っているわけではないと称した。フリードニヒ・ニーチェは言った。超人。既存の道徳や価値観を超え、新しい価値を生み出すことができる人間の理想。ニーチェは、人間は自らの価値観や道徳を創造する能力を持っていると称した。素晴らしい。
この考えは僕の考えを見直すヒントになった。だがヒントでしかない。見るもの、感じるもの、すべて自分のヒントでしかない。他人の考えはそのまま自分に落とし込むことなんて不可能なんだ。だから他人の知識を知り、すごいなって思うのは気をつけた方がいい。知識の刷り込み、洗脳が始まっているからだ。この三人はなぜ君を裏切ったと思う？至極単純だ。君の選択肢は悪くなかったと思う。この三人は僕よりはるかに能力が高い、賢い。一対一で戦ってもかなわないだろう。じゃあなぜうまくいかなかったのか。それは心だ。心が僕に向いていたから。父、母がどんなに荒んだ人間でも嫌いになれないことが多いように、僕はこの三人と家族以上の心のつながりで結ばれている。だから君の作戦は失敗した。単純なことだろう。そんな理由で組を抜けたい君はこうも思う。好きなことで生きていくなんて無理なんじゃないか。それよりも身を置いた場所で好きなことを見つけていった方が楽なんじゃないか。いい顔するな。情報も一つの洗脳になるんだ。んこれを洗脳だと伝えていいのかって？うん。洗脳として何か変わるのか？むしろ僕はこれが洗脳だと分かってほしい。分かった上で洗脳されてほしいんだ。俺はお前の心が欲しい。これを了承すればやりたいことが叶う。それともこの裏切り者と一緒に写真の壁に貼られたいかい？裏切りが発覚したら自分の手で制裁を加える。愛しているからね。でも悲しいが人間一度やったことは二度繰り返す。だからこの世から卒業してもらうんだ。大体の組員は僕と心がつながっている。だから自ら卒業していくことが多い。でも痛いんだ。
心がつながっている分、痛い。だがこの痛みは、上に立つものは避けては通れない。だから、これからもこの痛みと共に生きていく。最初の電話、聞いてたって言ったよね。最初の花の送り間違え、あれも計画的だったとしたらどうする？敵対勢力のボスはピンクのチューリップに誰にも話せない特別な思い入れがあって、それが緊迫した状況の中で送られてきた。そして敵対勢力のボスから直々に仲良くしないかというメッセージが飛んできた。これは偶然か？まあ君との話の方が大切だから相手からの返信を流し見で確認したが、正式に提携したいと連絡があったよ。これで誰も傷つくことなく話を進めていけるよ。黒いバラを贈られた女の子もなんで了承してくれたんだろうね。君は突然花が贈られてきたら何をする？少し気になっている相手から贈られてきたら、そりゃあ花言葉を調べるよね。まあどう考えてくれたのかはわからないけど、いい方向に進んでいけるみたいだよ。仲良くしたい女のことも。身をもって分かったかな。心をつかむってどんだけ大切なことか。実際直接やってたら戦力差でうちがボロボロだったよ。完膚なきまでにやられてた。叶うはずがない。でも実質僕たちの勝ち。ねえ、一つ聞いてもいいかな。1+1は？そうだね。1だよね。よくできました。お疲れ様です。作水です。日々ヤンデレシチュエーションボイスを YouTube に投稿しているもので、自分はこういった作品の後にアフタートークとして作品への思いだったり、どういった感じに演じたのかお話ししているので、もしよければ最後の最後まで、ご視聴していただければなと思います。改めて最後までご視聴いただきありがとうございましたと、お久しぶりでございます。作水はちょっと体調を悪くしていたんだけど、元気に今を生きてます。もしよければ今回の作品良かったよとか思っていただけるのであれば、チャンネル登録、高評価と、あとご感想を、皆様の思ったことだったりとか、一言でもいいので、もしよかったらコメントお待ちしております。ということで今回は完璧にオリジナルで作らさせていただきました。自分作成が作成した台本、ヤンデレ×マフィア、いつも優しいポンコツボスは裏で何を考えているかわからない、組を抜けたい？いいよ、その分の対価をくれればね、
というタイトルで今回台本を作らさせていただいて、こういった形でお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか。自分の中ではその変態さっていうのをすごく出したいなって思っていて、なんかちょっとこれは捉えようによってはあれかもしれないんだけど、みんなも心の中とかみんなに言えない変態な部分ってあると思うの。それは人によってはなんだろうな、マイナスに捉えられちゃう時もあるかもしんないけど、自分はその変態な部分がその人間の中での一番の魅力だと思っているんだよね。その人にしかないもので、その変態さっていうのをみんなに理解してもらえるものにしてお届けすると、より自分のオリジナリティというか、その自分の個性になっていくと思っていて、まあ周りに迷惑をかける変態さはダメだと思うけど、そのなんだろうな、みんなに分かってもらえるところに落とした変態さなら、それは個性になっていくと思う。だから今回はその個性を濃厚にした作品をお届けさせていただきました。ジャンルとしては自分の大好きなヤンデレ×マフィアをやらさせていただいたんですけども音なんか自分の中ではいろいろと伏線だったりとかを意識してやってみました。見ていただいて聞いていただいてわかると思うんだけどなんか最初にあった話がどんどん終盤にかけて答え合わせじゃないけど、なんでそういう行動をしていたのか、むしろその優しいポンコツはそれは計画的にやっているのかまですごく怖くなる。この人はどこまで計画的にやっているのかっていうところまで作品を作り込んで見ました。で、多分ポンコツなのは変わんないと。ポンコツなのは変わらないけど、このボスはそれを自分が分かっていて、また次の行動に移すというか、自分がポンコツっていう性格は変わらないから、それを利用して自分のやりたい物事を進めていくみたいな話にしてみました。正直多分性格とかって変わらないと思うんだよね。自分たちもそうだと思うけど、なかなか難しい。その変えようとしても変えられないところってあると思うから、その性格を変えるじゃなく、じゃあその性格でどう生きていくかっていう話にもしていきたかったから、こういった感じの内容にさせていただきました。一応その黒いバラの花言葉は永遠の愛。ピンク色のちょっと待ってね、チューリップの花言葉がね、愛の芽生え、誠実な愛ということで、その敵対勢力のボスがなぜピンクのチューリップを特別に思うのかっていうのは深くは話さないけど、でもいろんな妄想してほしいと思ってます。一応この花言葉には、ピンク色は美や女性を象徴する色と言われていて、可愛らしいピンクのチューリップは女性の淡い恋心を表しているということで、敵対勢力のボスは男だけど心は女の子でっていう裏設定は一応あるかな。そのね、
多分なかなかそういったことって言えないと思うんだよね。体とか性別的には男だけど心は女の子、そういったのを隠しながら生きている。でもそこで送られてくるピンクのチューリップはやはり相手のボスからもいろんなことを思うだろうね。なぜそれを知っているのかもそうだけど、それに対する気遣い、そういったもので仲良くできると。そして黒いバラに関しては永遠の愛ということで、だから送る内容を間違えたのかもしれないけど、でもその間違えた結果もうまくいくような対応をしているというか、だから計画的に黒いバラとピンクのチューリップの送るのを間違えたわけじゃなくて、どっちになったとしてもうまくいくように、どっちの選択肢を取ってもうまくいくような行動を常にとっているっていうのが今回のその主人公になってる。だから計画的なポンコツではなく、ポンコツ行動をしてしまったとしてもうまくいくように、そんな感じに今回作品を作らさせていただきました。いかがだったでしょうか。なんかね、なかなか作品は投稿できず、日は空いてしまったんだけど、こうやってなんかやっぱり録音楽しいなって思いながら録音もしてたし、このアフタートーク撮ってるのもすごく自分的には楽しいし、でもこの作品の録音が終わっちゃう、あと数分で終わっちゃうって思うとちょっと寂しい気持ちもあって、なんかなんだろうな、いろんな経験させてもらってます。いつも本当にありがとうございます。自分のマイペースな行動であれなんですけど、でも自分はそういった感じでいいのかなって思っているかな。でも正直ね、日々こうやって自分は言葉を伝えたいんだよね。自分の思ってることを言葉にしてみんなに伝えたい。正直そういった中で伝えたいことを伝えられなかったりとか、うまくいかない方向に伝わっていっちゃったりもすると思うんだよね。それはそうだよね。100人のうち100人に好かれたいって言っても正直難しいことだと思うし、でも正直その100人のうち100人に好かれなくてもいいから自分の言葉を届けるんだっていうのはいい考えだと思うけど、その中でも傷つく人がいるんだっていうのはやっぱり自分の発言の中で傷つく人がいるんだっていうのをちゃんと理解していないといけないっていうのは自分はこの数週間で思いました。やっぱりまだまだ人間としては未熟なところが多いし、まだまだ自分はまだまだだなと改めて感じたかな。これも改めての人生という名の経験として反省しつつ、また前向きにその物事を捉えていこうかなと思っております。なのでこれからも自分は言葉で何かをお届けすることは続けていきたいし、こういった作品としていろんなものをお届けしてもいきたいなって思ってます。冒頭部分の実写シチュエーションボイスもちょっといつもとはクオリティが違くなっていると思う。あれがいいのか悪いのかわからないんだけど、ちょっと自分は動画編集とかそういった方にも勉強をしたくて、勉強がてらでクオリティも高くなるし、すごいマッチしてああいった形でお届けさせていただいてます。なんかそうね、自分の作品とかを見ていただいてどういった気持ちになってほしいとか特にはないんだけど、でも少しでも支えになれればなともは
なれればなとは思ってます。その支えが何なのかはわからない。生きるとか、何か活動する時の糧とか、勉強とか、社会に立っている中での生きがいとか、子育てとか、なんか今までで言葉でいただいたので、いろんなもので支えになってるよって言っていただけて本当に嬉しい。なんか皿洗いながら聞いてくれたりとか、本当に子育て中に聞いてくれたりしてる方もいて、子育て中にこんなことを聞いていいのかって思いつつも、でもそれはそれぞれ価値観があるだろうし、悪影響にならないのなら全然いいんだなって、改めてそこでも自分の固定概念を壊してくれるリスナーさんたちがいて、聞いてくれる人がいて、本当に感謝しかないなって思ってます。自分はこの活動をしなかったら、人間としてはもう未成熟なままで人生を終えていたのかなとも思うし、こうやっていろんな考える機会をね、与えてくれるってのはなかなかないと思うから、自分はそういった環境をありがたいと思いつつ、でもそういった環境に甘えてはいけないんだなってのも思いつつ、ウィンウィンな関係で、人間としてはまだまだできてないけど、やっていけたらなって思ってて。正直、一人のできることってすごい限られてるじゃん。だし、自分って正直ここまでだよねって思う時もあると思うんだよね。でもこの生きていく中で、誰かに頼るとかっていうことはすごく大事だと思うんだけど、でも自分の限界を自分で決めつけすぎるのもダメなんじゃないかなって思っていて、だから自分は動画編集するし、声で活動もするし、動画も作るし、編集もするし、すごいなんか混ざっちゃってるけど、画像の編集もするし、なんかやっぱり頼ることも大事だけど、自分でできることを一つ一つ増やしていくこともすごく大事なんじゃないかなって思っていて、だから正直いっぱいできることが正義じゃないけど、何か今悩んでたりとか、どうしようかなって思っているものがあるのであれば、ぜひ挑戦してみてほしいなって思います。自分はこうやっていっぱい経験をして、クオリティを上げていって、一人の人間がどこまでできるのかっていうのを証明し続けたいなって思ってる。本当に正直誰かに頼ることはすごく大事だと思うよ。適材適所、動画編集に得意な人もいるし、歌のミックスに得意な人もいるから。でもやりたいことをやるには一番早いのは自分でできることだと思うしね。できることが一つよりも三つの方がやれることの幅が広がると思うので、三つとは言わない。一つでも増やせれば人生楽になるというか、少し自分の生きたい人生を歩めるんじゃないかなって思っているので、もしよかったら話長くなっちゃったな。すいません、鼻がピーピー体調は良くなったんだけど、ちょっと鼻が出るというか鼻水が出ちゃうので、安静にしながらいっぱいご飯を食べて生きてはいるんですけど、ちょっとこのね、今すごい温度がさ、高かったり低かったりの寒暖差すごいからさすごいピーピー言う。ごめんなさい。ちょっとこんだけ喋るのも久しぶりでテンション上がっていろんなことをお話ししちゃったんだけど、自分はこうやって言葉を届けたい。でもそれよりもメインは自分の変態さの作品を届けていきたい。だから、どっちも楽しんでもらいたいし、何か生活とか生きる糧になったら嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。またね、次いつになるかはわからないんだけど、自分のペースで投稿していけたらなと思うので、
またもしよければ Twitter とかYouTube チャンネル登録、高評価、ご感想お待ちしております。皆様のご感想をすごくお待ちしてます。作水はお待ちしてます。いつもありがとうございます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でまたね。